俺の名前は坂本春人。俺は家族に恵まれなかった。母親は浮気をしないと生きていけない人で、毎日違う男を家に連れ込んでいた。父親はそんな母親に腹を立てて毎日のように手を挙げる。酒に溺れ、ギャンブルに溺れ、暴力に溺れている人だった。そんな二人のもとに生まれた俺は、まともな家族というものを知らず、気づけば手がつけられない不良になり、父親相手に暴力事件を起こしてしまった。いつもは何とも思わないのだが、その日は虫の居所が悪かったのか、母親相手に手を挙げる父親にカッとなってしまったのだ。母親を守ろうとしたわけではない。彼女は俺に対して一度も愛情をくれなかった。父親に重傷を負わせた代償として、俺は少年院に入ることになった。お母さんを守ろうとしたわけじゃないって言うけど、私にはそうは思えないわ。春人くん、本当は優しい子なんじゃない？少年院でお世話になった今野先生にそう言われたとき、最初は鼻で笑ってしまった。俺の何がわかるって言うんだよ。ふふ、そうね。でも私はあなたの中にある前世を信じるわ。前世？なんだよそれ。今野先生が言っていた前世という言葉がわからず、後で辞書を引いた覚えがある。その言葉の意味を知って、また鼻で笑ってしまったのだが、どうにもその言葉がずっと引っかかっていた。今野先生はとてもいい人で、彼女こそ前世の人だと思う。いつしか今野先生を本当の母親と思うようになり、彼女を裏切ることはできないと懸命に更生した。晴れて少年院を出た後、バイト暮らしをしながら普通の女性と結婚したことがある。普通の家族というのになりたかったのだ。だけど彼女は生まれたばかりの娘を置いて浮気相手と逃げてしまった。お前は俺が責任を持って大切に育てるからな。娘の明菜は俺にとって唯一の生きる意味だ。明菜を育てるためにはバイトではなく正社員になる必要があった。少年院に入っていた俺を拾ってくれたのは地元の小さな企業。大西社長は俺の過去を知った上で採用してくれたのだ。しかし一つだけ問題がある。専務の村田さんは俺より3歳上の女性で、俺とは違い真面目な性格の人だ。そんな人なので少年院に入っていた俺を毛嫌いしているのだ。何をするかわからないじゃないですか。社長に抗議していたのをたまたま聞いた俺は、村田さんに信用してもらうために自分なりに頑張ったけれど、裏目に出てばかり。毎日のように嫌味を言われて、正直しんどいけれど再就職のあてもない。それにまだ生まれたばかりの明菜を育てなければならない。そうこうしているうちに勤続10年が経過。村田さんとの関係は改善されないまま、ある日会社設立30周年の社員旅行に参加することになった。この社員旅行は家族も連れてきて OK とのことだったので、明菜も一緒に参加。忙しくてろくに旅行へ連れて行けなかったので、明菜は旅行中ずっと上機嫌だった。しかし、親がバカだと子供もバカなのね。観光中ずっとはしゃいでてうるさかったわ。バカだから周りの目が気にならないのかしら。大広間で夕飯を食べている最中、村田さんがいつもの調子で嫌味を言ってきたのだ。俺のことをバカにするのは構わない。だけど大切な娘をバカにされるのは許せなかった。立ち上がり彼女に一言言ってやろうと思った俺だが、じゃあ専務さんの子供も能なしのバカなのかしら。私みたいな子供に向かって平気でバカって言えるなんて、あなたこそ周りの目が気にならないの？モラルというのを知らないのかしら。そんな人の子供はきっとバカなのね。
来年中学入学を控えている明菜はとても口が達者だ。俺の代わりに言い返した娘に心の中で拍手を送る。だが仕返しされた村田さんは俺の想像以上にショックを受けた顔をしていた。てっきり彼女のことだからさらに嫌味を言ってくるかと思っていたのに。予想外の反応に俺と明菜は困惑する。坂本親子、ちょっといいかな。話がある。冷え込んだ空気の中に大西社長が割って入った。正直助かったと思いながら明菜を連れて社長の後に続く。大広間の外に連れ出され、社長が俺たちに向き直った。話すべきか迷ったが、君たちの耳には入れておいた方がいいと思ってな。そして社長から語られたのは嫌味な女専務の意外すぎる過去だった。村田さんは俺が入社する少し前、20代に入ったばかりの頃に旦那と離婚したらしい。彼女は子供が産めない体で、それが結婚後に発覚。義実家から能なしだとか役立たずだとか散々言われて、時には手を挙げられることもあったらしい。夫は妻を守らず、それどころか義実家の味方をする始末。現状を知った社長が弁護士を手配して離婚の手伝いをしたそうだ。彼女はずっと夫に謝っていたよ。子供が産めない体で申し訳ないってな。彼女自身子供を持つことを強く望んでいたから、かなりショックを受けていたよ。一時的に精神を病むくらいにな。そんなことがあったなんて。明菜ちゃんに対する村田くんの発言は許されるものじゃない。今後何か言われたら言い返していい。村田くんを許さなくていい。だけど子供のことを話題に出すのは避けてくれないか。彼女は俺にとって娘みたいなものなんだ。すると今まで社長の話を黙って聞いていた明菜がパッと顔を上げると、大広間に急ぎ足で戻っていった。慌てて娘の後を追いかける。村田さん、さっきの言葉はごめんなさい。なんと明菜は村田さんに対して深々と頭を下げて謝罪したのだ。だけどパパをバカにするのは許さないから。また何か嫌なことを言ったら、私はパパを守るために言い返すからね。私こそごめんなさい。あなたを巻き込むのは違うわよね。娘の謝罪に驚いた表情を見せていた村田さんだったが、つられるように謝罪の言葉を口にした。子供のあなたにはわからないかもしれないけど、私とあなたのパパの間には、大きな問題があるの。知ってるよ。パパがよく愚痴ってるもん。村田さんにまた嫌味言われたって。坂本くん、あなた家で娘さんとどんな話をしているのかしら。これだから元不良は。こら、明菜、余計なこと言うんじゃない。俺は慌てて明菜の口を塞ごうとするが、もう小さな子供じゃない明菜はいとも簡単に俺の手を振りほどく。村田さん、パパのことは別に嫌いでもいいよ。私もクラスで気の合わない子がいるし、人のこと言えないもん。あなたは坂本くんとは似ても似つかないのね。常識をわきまえているし、頭がいいわ。それって遠回しに俺のこと常識知らずでバカだって言ってますよね。でもちょっとは手加減してあげてね。パパこう見えてナイーブだから。すると村田さんは俺の方を見て、いつもなら虫を見るかのような嫌な目を向けるのだが、その時は少し困惑したような目をしていた。努力するわ。いや、手加減してくださいよ。しかし俺のツッコミは村田さんには届かなかった。これ以来、少しだけ村田さんとの関係が改善された。正直村田さんにどんな過去があろうと、今までの俺に対する態度や言葉が許される理由にはならない。
俺だって結構傷ついてきたんだ。だけど俺の過去も変わらない。村田さんは俺が犯罪行為を犯したのがどうしても許せないんだ。そのことに対して弁明するつもりはないし、許してほしいなんて言うつもりもない。だから俺は正攻法で村田さんを攻略することにした。彼女は昔とても料理好きだったそうだ。だけど離婚してからは食生活は適当になってしまったと社長から聞いた。手作り弁当を持っていけば喜んでくれるのでは？そんな浅はかな考えで明菜には好評の俺の手作り弁当を持って行ったのだが、食べると思ってるの？大して仲良くない相手からの手作り弁当って相当不気味よ。その通りですね。村田さんから正論をぶつけられる。前までの彼女ならこれでもかというくらい嫌味をぶつけてきただろう。それを思えば少しは前進したのかもしれない。俺はすごすごと引き下がろうとしたが、待ちなさい。そのお弁当どうするの？もったいないので夕飯にするつもりですが。明菜ちゃんも食べるの？今日は暑いし湿度が高いじゃない？一日置いておいた弁当を食べたらお腹壊すわよ。子供は繊細なんだから。じゃあどうすれば。仕方ない。私が食べるわよ。だけどこんなに食べられないから半分はあなたが食べなさい。そして一つの弁当を二人で囲んで食べたのだが、もちろん会話は盛り上がらず、かなり気まずい場になってしまった。そんな微妙な距離感から始まったけれど、毎日顔を合わせていれば少しずつ距離は縮まり、いつの間にか俺にとって村田さんは嫌味な女専務からとても気になる年上の女性に変化していたのだ。最近は俺の冗談にほんの少しだけ笑顔を見せてくれるのだが、その笑顔を見ていると胸がドキドキする。俺の下手な距離の詰め方に呆れた顔を見せながら、仕方ないわねと言って付き合ってくれる優しさが嬉しい。結婚歴はある俺だけど、女性に対してこんな思いを抱くのは初めてだった。彼女を守りたい。ずっとそばにいたい。明菜、俺村田さんに告白してもいいか？独身時代の気軽な恋愛ではない。俺には娘がいる。もし村田さんとうまくいったとしたら、明菜の生活にも大きな影響が出る。そのため村田さんに告白する前に明菜に相談したのだが、遅いわよパパ。さっさと告白してちゃちゃっと付き合ってパパッと再婚して。どうやら明菜には全部言わなくてもバレていたらしい。それにしても再婚はちょっと話が飛びすぎじゃないかと思ったけれど、結婚を前提にお付き合いしてください。ええ、こちらこそお願いします。俺の一世一代の告白をあっさりと受け入れる村田さん。いいんですか？結婚前提ですよ。あなたと付き合うってことは、つまりそういうことになると思っていたわよ。適当な付き合いは明菜ちゃんに迷惑かけるしね。俺がうだうだと迷っている間に彼女は覚悟を決めていたのだ。後から聞いたのだけど、あの社員旅行の後、明菜と村田さんは連絡先を交換していたらしい。俺の知らないところで交流を深めていて、明菜は村田さんの言動から俺のことを好きだというのに早い段階で気づいていたようだ。まだ子供だと思っていたのに。あら、あの子はもう立派な女性よ。あなたより大人なんじゃない？付き合うことになっても俺に対する嫌味はやめない村田さんから手厳しいことを言われて何も言い返せなかった。そして1年後、俺は村田さんにプロポーズすると彼女は笑顔でうなずいてくれた。結婚式は会社を挙げて盛大に祝ってもらい、とても賑やかで楽しい幸せな結婚式になった。社長は大泣きしていて脱水症状になるんじゃないかと見ていてハラハラしたくらいだ。
号泣する社長の背中をアキナがさすって、アキナの優しさに感動した社長がまた泣いて、それを見て周りが大笑いするのだ。本当に本当に幸せな一日だった。私、あの時の言葉を一生後悔するわ。あの時の言葉？アキナちゃんにバカって言ったことよ。なんだ、そのことなら結婚する前にアキナにちゃんと謝ったじゃないか。しかし彼女は首を振る。一度口から出した言葉は何があっても二度と戻せないのよ。あなたに対する嫌味の数々もそうね。私、自分の発言を一生後悔する。一生後悔して忘れずに胸に刻んで戒めにするわ。二度とそんなこと口にしないようにってね。根が真面目な彼女らしい言葉だった。だけど俺とアキナには夢がある。新しく家族になった彼女の後悔を忘れさせるくらい楽しい思い出で埋め尽くしていこうという夢だ。3人ならきっとその夢も叶うだろう。